Is it a 10 out of 10, sir? I don't know, looks exquisite. 10 out Oh, of 10? would you like to show your faces? Yes. Okay. How is it? First off, you called me sir, right? Oh, I meant to say man. That's my. Oh, no. What are Oh, your okay. pronouns? No, okay. What are your pronouns? She, her. She, her. Thank you. Thank you for letting me That know. looks ominous. Never What's know. your name? I don't have a name. My name's. On Instagram, follow me. There we go. See you, sir. 通勤通学中の皆様おはようございます。ブクタの世界時事ニュースの時間です。さあ本日はですね、イギリスのとある大学におけるプロナウン問題の話題になります。今回ですね、一人の女性大学職員がトランスジェンダー男性に対してミスジェンダリングしたということで、つまりその人の呼ばれたい呼び方で呼ばなかったために、この大学側から干されてしまい、キャリアを妨害されたとして訴えました。まあ現在ですね、このプロナウンというのは、海外でもね、お目覚めの象徴、非常に厄介なものとして知られておりまして、今回の件もですね、これ調べていきますと、本当にひどいものでした。本日はこの大学で一体何が起きたのか、詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。今回はですね、このチャンネルでもね、たびたび扱っております、プロナウン問題ですね。このチャンネルの再生リスト、副時事ピックアップに、このプロナウン問題の、最悪の例としてね、動画入っておりますので、そちらね、ぜひご覧になってください。今回の件とね、非常に構造が似ています。これはね、とある非営利団体でボランティアをしております、90歳のおばあちゃんに対し、そこに入ってきた若いマネージャーがですね、DI について講義するんですね。その時にこのおばあちゃん、プロナウンというのを知りませんでした。このプロナウンというのは何なんですかと聞いたところ、この施設をですね、クビになったというんですね。つまり現状ですね、このプロナウンというのは、この DI の欺瞞とね、セットになっているようなものになってしまっておりまして、特にネットではですね、非常に嫌われているものになっているという現状があるんじゃないかなと思います。で、まずね、そもそもプロナウンというのが何なのかというのを、今日のね、本題に入る前に、一旦おさらいしておきますね。ここ知らないとね、意味がわからないと思うんで、ちょっと見ていきましょう。これね、日本語では代名詞と言いますが、これよく見るでしょ？ SNS のプロフィールなんかで、she, her とか、he, him, they, them、このことです。近年よく欧米を中心に耳にするようになったプロナウンは代名詞のことで、一般的には自身の性自認、性表現が女性の人に対して使われる she, her、男性の人に使われる he, him、女性男性という枠組みに当てはまらないノンバイナリーの人などに対して使われる they, them などがある。そして現状ではね、主に左派界隈になりますが、このプロフィールにね、プロナウンを表記すると、こういった文化があるんですね。で、これはですね、何もね、LGBT 当事者だけの話ではありません。そうでない人たちも、お目覚め界隈は特にですね、このプロナウンを表記し、連帯をアピールすると、もしくは皆さんに対して私は理解がありますよとアピールすることで、ブラウニーポイントを稼ぐ。こういった手段になっているんですね。で、ここまでだったらこれ問題ないんですよ。なんですが、現状はですね、これを間違えると、ハラスメントだと、このようにされてしまうというのが問題なんですね。これをミスジェンダリングと言います。現状ですね、このプロナウンの複雑さというのを逆手に取りまして、インスタや TikTok に特に多いんですが、街中でライブするんですね。そして自分のことをミスジェンダリングされると、そこでね、喧嘩を始めるんですよ。そして大騒ぎするというのをコンテンツにしている LGBT 活動家がわんさかいるということです。つまりこれを武器に、一般市民、特に労働者に対してハラスメントをするというのが大変問題になっているんですね。このチャンネルでもね、ぜひプロナウンで検索してください。もう本当にひどいですよ。もう中にはですね、よくわかってないなというような人に対して、トランスジェンダー女性がですよ、私のことが女に見えるのか男に見えるのか答えてみろよと、こういうようなことまで行われていて、これがコンテンツ化しているというわけです。そして今回ね、イギリスの大学で、このプロナウンをめぐる少し変わり種の訴訟というのが行われました。トランスジェンダーの同僚のプロナウンを忘れたことで、障害のある大学職員がキャリアをサボタージュされたと主張。ということでこちらですね、サボタージュとあります。こちらが本日のキーワードになります。Sabotage. 敵や競争相手の成功を阻止するために、設備、武器、建物を損傷したり、破壊したりすること。ということでこちらね、サボタージュというのは、破壊する。妨害するという意味になります。で、これね、日本の方気をつけていただきたいのは、このね、サボタージュというのは、日本語のサボるの語源なんだよという話、聞いたことありませんか？これね、決して間違いではないんですけど、厳密に言うとね、ちょっと違うんですね。このね、サボタージュというのは、先ほども言いました通り、英語でもフランス語でも、これね、由来がフランス語なんですが、どちらでも、破壊工作とかね、妨害行為、こういった意味になるんですね。つまり、この妨害行為のために、労働者たちが勤務を怠る。ここをとって日本語ではこれがね、サボるとなっている
るわけですよ。つまりこれというのは日本独自の解釈で本来の意味にはありません。じゃあ英語でサボると言いたいからサボタージュなんて使ってしまうとやばいやつだと思われちゃうんで気をつけてくださいね。サボるというのは日本独自の解釈で海外では通用しません。もしね、サボるを英語で言いたいときはスキップ。これがね、一番日常的に使われるんじゃないかなと思います。なので変にね、サボタージュというのはサボるの語源なんだよというのを知っていると誤用してしまう可能性があるんでね、ここだけ気をつけてください。ということでこちらはトランスジェンダーの同僚のプロナウンを忘れたことで障害のある大学職員がキャリアを妨害されたと主張。トランスジェンダーの同僚を誤って別の性別で呼んだことでキャリアを妨害されたとしていた大学職員が障害差別訴訟で勝訴した。カレン・シルベスターは短期記憶の問題により正しいプロナウンを忘れてしまったことを理由にマンチェスター大学の調査でトランスジェンダーの同僚に対しハラスメントを行ったと認定されていたことが裁判で明らかになった。シルベスター氏は女性から男性にトランスした同僚に対し必要に誤ったプロナウンを使いその同僚を泣かせたとされている。シルベスター氏は発達障害により短期記憶の問題があり同僚のトランジション後にその用語を使うのが困難だったと述べた。彼女は大学のハラスメント認定の意義を唱えたが別のチームへ移動させられその措置が自分のキャリアを妨害したと主張している。ということでね、一旦ここまでを整理しますが、こちらのね、カレン・シルベスターさん。この方はですね、イギリスのマンチェスター大学の職員なんですが、ちょっとね、時系列はこの記事から全て読み取れないんですが、2021年から2022年のどこかで、その女性の同僚がね、男性へトランジションするんですね。で、2022年にこのカレンさんは、その同僚と出会いました。で、このカレンさんが、期間的にね、その人が女性だった時代をギリギリ知っているのか、男性になった後しか知らないのか、ちょっとこの辺がね、明記されていないんでわからないんですが、おそらくね、記事を読む限り、後者なのかなと思います。で、今回のですね、この当事者に関しては、非常にね、匿名性が保たれておりまして、名前も公表されてないんですね。なので、この人物がね、どのプロナウンを希望していたのかというのも明記されていません。なんですが、おそらくね、普通に考えて、ヒムを希望していたということでしょうね。なんだけど、このカレンさんはその人のことを彼女と呼んでしまった。で、これを繰り返しているうちに泣いてしまったと。すると大学から異動を申し渡され、キャリアが妨害されてしまったとして訴えを起こしたというのが流れになっています。そしてここにね、すごいことが書いてあるんですね。彼女の障害については次のように述べられた。ディスプラクシアは通常、体の協調運動の問題と関連づけられるが、実際にはより広範で複雑な特性を持つ。これは脳が情報を処理、伝達する方法に影響を与える状態であり、障害にわたる障害である。そしてここです。彼女は大学の学生だった2011年11月、42歳の時にディスプラクシアであると診断された。ということで、ちょっとね、翻訳しちゃうと分かりにくかったかもしれませんが、ここね、大学の前にザが入ってるでしょ。つまりね、この大学というのは、マンチェスター大学のことを指してるんですね。要するに今回のカレンさんというのは、もともとはね、マンチェスター大学の学生で、この時に障害が診断され、大学側はそれを知ってて雇ってるんですよ。そうするとちょっとこの件変わって見えてくるでしょ。この話ってね、こういうことだったんですね。で、その後ね、どういうことが起きていたのかも書いてあるんですが、シルベスター氏のトランスジェンダーの同僚は、裁判では CD とだけ呼ばれており、これ実名公表されてないんですね。裁判では CD と呼称されていたと。2021年または2022年のいずれかの時点で、女性から男性へトランジションしていた。シルベスター氏は2022年夏に CD と出会い、同年秋までにその同僚がトランジションしていたことを知った。2023年2月に起きたミスジェンダリングの件について、裁判では次のように述べられている。シルベスター氏は CD に対し誤った代名詞を使用した。CD はこれを訂正した。シルベスター氏は CD に謝罪し、今後も誤って性別を言い間違える可能性があることを示唆し、将来の件についても前もって謝罪していた。つまり自分には障害があるから今後も間違えちゃうよというのを伝えていたというんですね。同僚のレベッカ・オールドフィールドは、これまた別の人ですね。今後一切 CD をミスジェンダリングしてはならないと明確に伝えた。そして全員が仕事に戻り、その後 CD が泣いているのが発見された。シルベスター氏はその後 CD と話そうとしたが、彼はここ非になってますね。彼は彼女と話したがらなかった。この出来事の後、シルベスター氏は約40人が働く共有のオープンオフィスにいるチームメンバーと直接関わってはいけないと告げられた。ということで、今回のこの件というのはですね、このように記事を紐解いていきますと、この職場となっている大学側がね、プロナウンを使い分けることができない障害者に寄り添うのではなく、呼び方を間違えられて泣いてしまったトランスジェンダーに寄り添い、この障害者を排除したという話だったんですね。これね、まさに再三言っています DEI の欺瞞の話ど真ん中だったんですよ。そしてこちらね、裁判の模様をテレグラフが報じています。この裁判を担当した雇用裁判官ゾイ・トンプソンは次のように述べた。
全ての証拠を検討した結果、総合的に判断して、シルベスター氏が今回及び過去にミスジェンダリングした理由は、彼女の障害によるものであったと認定する。トンプソン判事は、調査担当者らがシルベスター氏の障害に起因する状況を理由に、同僚へのハラスメントがあったと認定し、その差別請求について、個人的責任を負うと述べた。つまりこれをシルベスターさんの差別だとした調査官に責任を負わせるということですね。そしてさらに次のように付け加えた。彼らはシルベスター氏がミスジェンダリングをした理由として、障害を挙げていることを認識していながら、それを無視することを選んだと認定する。また彼らは公平かつ中立的な調査を行わず、その後、控訴審パネルに誤った情報を提供したと認定する。はい、ということで本日はですね、イギリスの大学で一人の女性職員がトランスジェンダーに対しミスジェンダリングを認定され、大学側から差別だと干されてしまっていたんですが、これを訴え勝訴したという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか？いやーでもすごいでしょう。これがね、今現状の海外の状況なんですよ。こういった界隈ではですね、障害者よりトランスジェンダーの方がはるかにカードとしては強いんですね。なので、障害があるから物を覚えられないよりも、トランスジェンダーがその人の好む呼び方で呼んでもらえなくて傷つきましたの方が強くなってしまうというね、非常にね、闇の深い内容だったんじゃないかなと思います。で、これにはね、もう一個文脈がありまして、以前もね、このチャンネルでお話ししましたが、トランスジェンダーにはね、パス度という概念がありまして、これはね、移行したその先の性別に見えるのかどうか、この度合いのことなんですね。つまりトランスジェンダー女性であれば、どの程度女性の中で素通りできるのか。トランスジェンダー男性であれば、男性の中にいてどれだけ違和感がないのか。これをね、パス度と言うんですが、今回のこのケースで推測できるのは、このカレンさんね、いくら障害があるとはいえ、男女の区別はつくはずなんですよ。日常生活はおそらく普通に過ごせてるわけでしょ。それでもこのトランス男性のことをミスジェンダリングしてしまったというのは、おそらくね、見た目、男性に見えてないんじゃないかなと思うんですよね。なので、見た目が女性なのに彼と呼ばなきゃいけないところで混乱してしまうので、これが障害者にとっては難しいっていう話なんですよ。で、これね、まだhe、she だったらいいんですけど、they になってしまうと、これはね、その他一般の人にとっても難しいですから、つまりこのプロナウンというのは、この他者に対してね、非常に負担を強いるものだというのが、今回の件からも読み取れますよね。なので、これはね、プクタのあくまでも本当に個人的な見解になりますが、このプロナウンというのはね、使いたいなら使えばいいと思うんですが、あくまでもね、他人に強要するようなものではないんじゃないかなと思うんですよね。なんですが、現状ですね、この海外では、これを間違えることによって、職を失ったりね、訴訟に発展するケースがあるというのが、非常に問題視されているんじゃないかなと思います。皆さんはこれについてどのように思われたでしょうか？ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。それではまた通勤通学中にお会いしましょう。